こんにちは、副業先生です。副業の代名詞とも言われるネットワークビジネス、一般的に MLM、マルチレベルマーケティングとも呼ばれるネットワークビジネスについて分かりやすく解説していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回はマルチ商法をテーマに分かりやすく解説します。ネットワークビジネスは新しいメンバーを招待し、そのメンバーがさらに他の人を招待することで階層化されたチームを作り上げていく販売スタイルです。日本ではこれを連鎖販売取引とも呼んでいます。一方で直接販売では製品を提供する企業が直接販売を行い、個々の販売者が独自の販売活動を行います。これに対してネットワークビジネスでは問屋や小売店などの事業者が階層構造を持ち、新しいメンバーを勧誘しますが、一般消費者はその階層構造に直接関与しません。マルチ商法の概要について。マルチレベルマーケティングと呼ばれるビジネス形態はアメリカが起源とされています。1868年に創業したホームプロダクツ業者の JR ワトキンスは代理店を通じて製品を販売する一方で、代理店が新たな代理店を見つけると報酬を支払う仕組みを採用し、マルチ商法の先駆けとなりました。後に1890年にはカリフォルニア香水社、1934年にはカリフォルニアビタミン、現在はアムウェイの一部が同様の手法を採用しました。日本では1970年代にアメリカのホリディマジックが進出し、マルチ商法が始まったとされています。当初、このビジネス形態には規制がなく、取引や勧誘に関する問題が社会的な懸念となりました。そこで1976年に制定された訪問販売等に関する法律において連鎖販売取引として定義され、規制されるようになりました。その後、この法律は2000年に特定商取引法に改正され、数度の法改正を経て現在に至っています。2001年までは特定負担金の額2万円以上など連鎖販売取引の定義条件に当てはまらないものがマルチまがい商法と呼ばれていました。多くのマルチ商法企業は規制を逃れるために特定負担金を連鎖販売取引の定義条件以下2万円未満に設定していましたが、2001年の法改正により特定負担金の条件がなくなり、規制逃れをしていた企業も全て連鎖販売取引に分類されることになりました。マルチ商法の勧誘手法はカルトが使用するマインドコントロールと結びつけられ、経済カルトと呼ばれることもあります。三菱総合研究所と大学生協はマルチ商法を大学生活で注意すべき危険の一つと位置づけ、大学生に注意喚起を行っています。マルチ商法の形態。マルチ商法の形態はいろいろあります。例えば、新しい人を勧誘してその人がまた別の人を誘う連鎖があるタイプや、中心に人が集まる形のものもあります。加盟者に上限があるという場合もありますが、実際には非現実的な上限設定であることがよくあります。最後には勧誘を止めて商品の購入を求めることもあります。加盟者は個人であることが多いですが、法人の場合もあります。法人の場合、特定商取引法の規制が適用されないことがあります。加盟者は契約上は独立した事業主として扱われますが、多くの場合、上位加盟者から誘引された他の加盟者やダウンラインなどとグループを作り、新しいメンバーを勧誘する活動を行っています。現在のマルチ商法の中には、商品やサービスの取引が主に会社から直接のものがあり、紹介者との間での取引はないこともあります。新しい加盟者を増やしたり、加盟者やダウンラインの購入金額によって自分のランクを上げたり、報酬をもらうことができる仕組みもあります。報酬の設定は会社によって異なります。マルチ商法には、ブレイクアウェイやユニレベル、マトリックス、バイナリーなどの組織形態があります。それらを組み合わせたものもあります。業界団体としては、全国直販流通協会や日本訪問販売協会があります。マルチ商法の定義とは。実際、マルチ商法という用語は正式な法律用語ではありませんが、合法か違法かにかかわらず、様々な定義が存在します。その中で代表的な用法をいくつか挙げます。1、連鎖販売取引のこと。通常、この定義が一般的であり、多くの辞書でもこの意味で用いられています。消費生活センターもこの定義を採用しています。2、連鎖販売取引とそれに類似したものの総称。3、連鎖販売取引のうち商品を再販売するもの。4、連鎖販売取引とそれに類似する悪質な商法。マルチ商法は無限連鎖行の防止に関する法律によって禁止されているネズミ講と多くの共通点を持っており、公序良俗に反する行為として同法の違反と認定された判決もあります。また、マルチ商法の中には売買契約と金銭配当組織を別個の契約とみなし、金銭配当組織部分が実質的に羽ネズミ講であるとして公序良俗に反するとされた判例もあります。マルチ商法の問題点と批判。
マルチ商法にはいくつかの大きな問題があります。多くのマルチ商法は簡単に高収入が得られると謳って人々を引きつけます。しかし実際にはそう簡単ではなく、多くの人が失敗し困難な状況に陥ります。マルチ商法は主に学生や主婦、若い働き手など未熟な人々をターゲットにしています。マルチ商法は宗教団体や自己啓発グループと似た手法を使って人々を引きつけます。参加者は借金や人間関係の悪化、家庭の崩壊などの負けの影響を受けることがあります。一部のマルチ商法は法律違反とされ、違法とみなされることがあります。高額の報酬を得るためには、多くの人々を勧誘し続けなければなりません。その結果、上位の参加者が優遇されることがよくあります。マルチ商法は一般的に悪いイメージがあり、多くの消費者団体からも警戒されています。これらの理由から、一般的にマルチ商法はあまり良い印象を持たれず、企業も別の言葉で宣伝する傾向があります。しかし、法的には連鎖販売取引として規制されます。規制、違法認定基準、処罰。マルチ商法には日本国内で特定の規制があります。これはトラブルが起きやすいからです。特定商取引法では次のような行為が禁止されています。勧誘の際に目的や事業者名を隠す行為、商品やサービスの概要を記載した書面を提供しない勧誘。これらの違反があるとマルチ商法の勧誘は違法とみなされます。ただしこれらの違反にもかかわらず、勧誘者が逮捕される例はほとんどありませんでした。2021年11月11日に、京都府でマッチングアプリを通じて知り合った人に、隠れた勧誘行為をしたアムウェイ勧誘者らが逮捕されました。これは、マルチ商法勧誘者の初の逮捕事例となりました。違反がある場合、消費者庁から法的な処罰が課せられます。日本アムウェイ合同会社は、特商法違反を犯したとして、取引停止の処罰を受けました。マルチ商法について、紀藤正樹弁護士は、アムウェイが日本で問題を引き起こしていると指摘しています。マルチ商法は基本的に違法であり、特定の条件を満たさない場合は違法とされています。特定商取引法は、初期費用が2万円以上のマルチ商法を違法としていますが、2万円未満の悪質なマルチ商法が増えたため、2000年の改正で特定負担が1円以上のマルチ商法は、特定の条件を満たさない限りは違法とされました。特定の条件には、契約書に商品名や価格、販売員の氏名、クーリングオフの告知などが含まれます。ネットワークビジネスを取り巻く法律。連鎖販売取引やマルチ商法は他にもネットワークマーケティング、ネットワークビジネス、MLM などの別名で呼ばれることがあります。しかし、連鎖販売取引とマルチ商法が同じ意味で使われているかどうかについて、公的機関でも意見が分かれています。経済産業省や警視庁、日本司法支援センターでは連鎖販売取引とマルチ商法を同義として扱っています。しかし、独立行政法人国民生活センターではマルチ商法をネズミ公的販売方式全般に広く適用することを基本としています。地方自治体の消費生活センターでは連鎖販売取引とマルチ商法の定義についてセンターごとに異なる場合があります。また、公益社団法人日本訪問販売協会では一般的には特定商取引法の連鎖販売取引において法規制を守らない悪質な商行為をマルチ商法と呼ぶことが多いと述べています。このように公的機関内でも見解が一致しておらず、連鎖販売取引がマルチ商法やネットワークビジネスとして企業によって様々な別名で呼ばれることがあります。そのため消費者にとって理解しにくい状況が生じています。業界誌月刊ネットワークビジネスの2008年11月号においても、連鎖販売取引がマルチ商法ではないとする説明は不正確な情報となり得るため、法的な問題が生じる可能性があることが指摘されています。同様の説明をする企業も存在します。近年の摘発された事件について、マルチ商法の摘発事例は以下の通りです。2021年11月にジュビリーグループの関係者など7人が金融商品取引法違反の疑いで摘発されました。このグループは高配当を得られるとして投資ファンドに出資するよう勧誘し、約650億円を集金していました。首謀者とされる人物は有罪判決を受けたとされます。被害者の一人である女子大学生が自殺しており、社会的な波紋を広げました。2022年9月、れいわ新選組の沖縄県宜野湾市議会議員であるプリティ宮城知恵がジュビリーグループの金融商品に出資していたことが報じられました。宮城は教師時代の教え子を勧誘し、被害を受けたと主張されています。れいわ新選組の山本太郎代表は事実を認めつつ、違法性を知らずに勧誘したとして現時点で処分を行わないと述べました。2021年11月11日にはマッチングアプリで知り合った人をマルチの勧誘に連れ出した勧誘者らが特定商取引法違反で逮捕されました。これにより勧誘者にも違法性が問われるようになりました。2022年9月20日には
副業セミナーを開催し、新規会員獲得で毎月約10万円報酬が得られるなどとして初期費用約70万円を支払わせていたマルチ商法グループのリーダーらが特定商取引法違反の疑いで逮捕されました。これらの事件はマルチ商法の違法性や被害の深刻さを浮き彫りにし、適切な規制や対応が求められています。これらの摘発事例はマルチ商法が日本社会に及ぼす悪影響を浮き彫りにしています。2021年のジュビリーグループ事件では、金融商品取引法違反の疑いで関係者が摘発され、多額の資金を集めていたことが明らかになりました。さらに、事件の首謀者は有罪判決を受けたということで、その違法性が明らかにされました。被害者の一人が自殺するなど、その影響は深刻であることが示されました。また、2022年の令和新選組議員の関与が明らかになった件では、政治家が関与するという新たな側面が浮上しました。このような事件は、社会の信頼を失墜させるだけでなく、被害者に多大な損害を与える可能性があります。議員が関与したことで、社会的な影響が一層深刻化したと言えます。さらに、アムウェイの事件では、マルチ商法の違法性が再確認されたと指摘されました。勧誘者が逮捕されるという事例は、違法性を再認識させる一方で、マルチ商法の問題が深刻であることを示しています。まとめ。ネットワークビジネスとマルチ商法は、近年のビジネス業界において注目されるテーマです。ネットワークビジネスは、個人が自らのネットワークを活用して商品やサービスを販売し、その成果に応じて報酬を得るビジネスモデルです。一方、マルチ商法は、新規参加者の勧誘や商品の販売を通じて報酬を得る仕組みであり、その中には違法行為や倫理的な疑念を引き起こすものもあります。これらのビジネスモデルは、一部では成功を収めている一方で、その実態や運営方法には様々な議論があります。ネットワークビジネスは、正しく実践されれば個人の成長や収益の機会を提供し、経済的自立を支援する可能性があります。しかし、マルチ商法はしばしば不透明な仕組みや誇大広告を用いて新規参加者を誘引し、その結果、経済的損失や社会的トラブルを引き起こすことがあります。マルチ商法の問題点は、違法性や倫理的な疑念にとまらず、社会的信頼や経済的安定にも影響を与える可能性があります。そのため、規制や監視が不可欠であり、適切な情報提供や教育が必要です。消費者や関係者は、自己防衛のために十分な情報収集と判断力を持つことが重要です。総括すると、ネットワークビジネスとマルチ商法は、ビジネスの新たな形態を示す一方で、その実践には様々なリスクや課題が伴います。健全なビジネス環境を築くためには、法的規制や倫理的な観点からの検討が欠かせません。そして、消費者や関係者が正しい情報を得て、適切な判断を行うことが、持続可能なビジネス社会の実現につながるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。